はい、皆さんおはようございます。いつも視聴いただきありがとうございます。今回は先日完成したバンブーデッキの上から、スタートさせていただきます。おかげさまで、この稲作シリーズも今回で4作目を迎えることになりました。苗の方も、無事成長してまして、植えようと思えばですね、もう植えられるぐらいまで育ってきたんですね。長さ的にも。ただ天気とか雨とかですね、そういうタイミングを考えると、やっぱり梅雨前ぐらいがちょうどいいので、あと、3週間ぐらい育てて、もう少し大きくしてから植えていきたいと思います。それまでに田んぼのあぜのメンテナンスとか、そういったことを進めていく必要があります。はい。今日はこの後ですね、ちょっとあぜ塗りっていうのをやってみたいと思います。加えて、こちらもですね、ハルジオンがね、結構ね、繁殖してしまっているので、他のあぜの上にもね、生えてしまっているので、ちょっとそれを、管理していきたいと思います。では、よろしくお願いします。こちらが先日ですね、あぜに巻いたホワイトクローバーになります。無事にですね、発芽して少しずつ大きくなってますね。こちらの方も、発芽して大きくなってます。で、この2つの方はですね、雨が降る前に巻いたんですね。で、それに対して、こちらの方なんですけど、ここ数日はですね、雨が降らなくなって、ここのエリアは、雨が降ってないんですね。ちょっと今から見ていきたいと思いますけど。ここにも撒いたんですけど、ここ撒いた後に雨が降ってないんですよね。だからあんまり発芽が良くないですね。もちろんこの隣にある田んぼの水をかけたりもしたんですけど、やっぱりその雨が降るか降らないかで全然違いますね。ちょっとは発芽してるみたいですけど、だから雨のタイミングを見ながら植物を育てるってすごい大事なんだなって感じますね。ここが水が増えた時に、下の2番の田んぼに水を流すとこなんですけど、見ていただいてわかるように、最近雨が降ってないんで、水位が減ってきてます。どうしても雨が降らないと、こういう感じで水が抜け出てしまいますね。今日はちょうどいいので、あぜに泥を塗っていきたいと思います。こちらが2番の田んぼのあぜになります。見ていただいてわかるように、結構ハルジオンが繁殖してしまっているので、今日はここの草刈りの方もしていきたいと思います。ちょっとね、人力では大変なんで、機械を使うと思います。機械を使えば結構一瞬なので、今日はこちらの部分のあぜ塗りというのをやっていきたいと思います。はい。では今からあぜを塗っていきたいと思います。あぜの塗り方なんですけど、いろいろあるんですけど、私はですね、手でやっていきます。手でやる理由としては、座って作業したいというのが一つと、あとはね、ここは完成された田んぼじゃないんで、手でやることで、穴があったら塞いだりとか、草があったら抜いたりとかですね。そういうことをちょっとね、丁寧にできるので、手でやっていきます。やり方としてはですね、先日の雨とかでこういう泥ができているので、これを塗っていくだけなんですね。雑草を抜きつつ、塗ると。泥を取って塗ると。泥を取って塗ります。
はい。まあこんな感じで手で塗っていきます。まあ座ってやるのでそんなに疲れないですし、なんかね、自分はこうやって黙々とやるの結構好きなんですよね。今までね、あんまり綺麗じゃなかったこのあぜがだんだんこう統一感が出るというか美しくなっていくので。で、まあ今ね、塗ってますけど、やっぱりここから雑草が入ってきたりとか、まあ先日登場したサワガニがね、穴開けたりとかっていうことがあるんで、やっぱり一回やって終わりじゃないんですよね。なので、まあ、3番に関してはしっかりパトロールして管理していきたいと思います。まあ、理想的なあぜがずっと続くようにやっていきたいなというふうに思います。こんな感じで無事この面は塗り終えました。まあこれを繰り返していくっていう感じですかね。ひとまずこの面は塗り終えました。まあこれで完成ではなくてですね、まあこれから先、稲刈りまでずっとですね、メンテナンスをしていくような感じになります。まあ機械を使ったりした方が効率がいいと思うんですけど、まあここは機械が入らないですし、まあ手でやることでね、少しずつこのあぜをこうね、良くしていくということができるので、まあ、自分は手でずっとやってます。まあこれでね、もう何年も収穫できているので、はい、問題ないかなっていうところですね。こちらがですね、2番の田んぼのあぜになります。見ていただいてわかるように、ハルジオンというですね、花がこう咲き誇ってますね。今年はね、この花がすごい優勢でして、はい。もうなんか植えたかのようにね、こう生えちゃってて、まあこれはこれで綺麗だったり、まあ蝶々も来たりね、まあ見た目はいいんですけど、まあここは田んぼのあぜなので、ちょっとこのまま繁殖されると、あぜの木の、まあ水をね、維持するという部分で問題が出てくるので、これからちょっと刈り払い機で、管理していきたいと思います。まあここをね、ちょっとね、範囲が広いので、手刈りではなく、刈り払い機でやっていきたいと思います。はい、ではやっていきます。一瞬で綺麗になりました。で、まあもう2、3週間もするとね、またすごい雑草が生えてくるんで、あんまりそれをね、繰り返していきたくないんで、こちらの方もいつかはね、ホワイトクローバーで覆って楽ができるようにしていきたいと思います。まあとはいえですね、とりあえずちょっとこの全面をきれいにしたいので、今日はぐるっと、はい、あぜを管理していきたいと思います。
2番のあぜは綺麗になりました。この後、奥の1番の方もやっていきたいと思います。はい、機械の力を借りましたけど、1番と2番のあぜ、綺麗になりました。やっぱりね、草ぼうぼうだと気分が悪いですよね。まあ、月に1回ぐらいはね、これやっていかないと、本当にああいう感じになってしまうので、コツコツやっていきたいと思います。で、動画をですね、作るようになって、私もいろいろ勉強するようになって、自分自身が勉強にもなってたりするんですね。で、以前ですね、植物の根は、背の高さと同じぐらい地中に根を張るっていうことを聞いたことがあって、やっぱりあぜの上に、背が高い草が生えてしまうと、その草が地中をね、耕してしまうというか、根がどんどん深くいってしまうので、この硬くあるべきのあぜをね、柔らかくしちゃうと思うんですね。だからやっぱりあぜに草は生やしちゃいけないのかなというのを再認識しました。加えてですね、今までは、草をこうやって買ったらそのままにしてたんですね。そのうち、土に帰るからというふうに思ってたんですけど、よくよく考えてみると、栄養を使ってですね、雑草がここ、あぜに生えてきて、それをそのまま戻してしまうと、また栄養が戻ってしまうんで、どうなのかなっていうのをちょっとね、ふと気になりました。ですから、もしかしたら、このね、今買った雑草をまとめて、草マルチということで畑に持ってった方がいいんじゃないかなというふうにふと気づいたというか思ったので、ちょっと大変ですけど、今からこの買った雑草を集めて、草マルチにしていきたいと思います。はい。では今から、先ほど買ったこのハルジオンですね、集めていきたいと思います。先ほど買ったハルジオン集めてみました。ここのあぜだけでも、結構な量ですよね。で、このハルジオンなんですけど、今年からすごいね、たくさん出てくるようになって、で、この草っていうか花は、窒素が好きみたいなんですね。ですから、窒素をこの茎の中にね、いっぱいもしかしたら保ってるのかなと。だからこれをどっかに植えれば、土に帰れば、窒素の補給になるんじゃないかなと、勝手に考えてるんですけど、どうなんでしょうか。はい。理論的にはね、この草が生えて、また土に戻れば、窒素の量はプラスマイナスゼロなんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとね、実験してみたいと思います。これを、どこかの畝に草マルチして、どういう影響があるかというのをね、ちょっと見ていきたいと思います。まだね、花の段階なんで、来年そこがハルジオンたくさん出てくるってことにはならないと思うんですけど、せっかくの機会なのでやっていきたいと思います。でも間違いなくですね、買ったハルジオンをこのまま戻すよりは、ゆくゆくはここのあぜがですね、綺麗になってくるんじゃないかなと思います。こちらはですね、別の動画でも紹介したことがあるニラコーナーになります。で、見ていただいてわかるように、ここにはね、ハルジオンがいないんですね。で、今からちょっと先ほど買ったハルジオンをここにね、草マルチしてみて、来年どうなるかというのを見ていきたいと思います。ニラはかなりですね、肥料を吸収する能力が高いということで、ここに植えてもう2年ぐらい経ってるんで、かなりね、土は痩せてきている可能性があるんですね。先ほど買ったハルジオンをここに草マルチすることで、もしかしたらね、ニラに栄養を補給できるんじゃないかなということを考えてます。来年どうなっていくかというのをね、ちょっと見ていきたいと思います。
で、来年ね、ここにハルジオンが咲き誇ってしまったら、それはちょっとね、失敗だったなということになると思うんですね。はい。ちょっとそういう実験をやっていきたいと思います。ハルジオンを草マルチしてみました。来年ね、どうなるかちょっと様子を見ていきたいと思います。では、畑の方は以上になります。この後ですね、苗の方の生育具合をご紹介したいと思います。ゴールデンウィークも終盤を迎えて、ようやくね、天気が暖かくなってきたかなって感じがします。天気が良くなると同時にですね、草もね、すごい生えてくるので、これからはもう草との戦いですね。今日はちょっと機械でガーって切っちゃいましたけども、はい。3番に関してはね、ちょっとこだわって手でやっていきたいなと思います。これからはですね、田んぼの、雑草を取ったり、あぜを整備したりということで、残り3週間ぐらいですかね、田植えまで。それまでの間に、ここをね、ちょっときれいにしていきたいと思います。では、今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。